ヒドゥンゲームス JP。 いやー、ちょっと殺されちゃいましたね。殺されちゃいましたよね、これね。これはもう第一の事件ですけど。ちょっと、まあ、遺体を調べてみましょう、じゃあ。よし。背中から包丁で一突き。この角度じゃ即死だな。わかるのね。相当傷口をこう、かき分けてみたんだろうね、きっと。これ背中からってのがわかんないけどね。この状況だとね。わかんない。正面だから。まあでも真正面が無傷ってことはまあ、背中からっていうことなんだろうね。まずありがちなのは口元の口元、そうだ、アーモンド臭だね。いや、刺されてんだって、刺されてんだよ。パジャマ着てる。寝床を抜け出して夜中に図書室に来たのかな。何のために。そうだよ。血やってる。タイヤおー、ほら。床の上に血だまりができてる。うん。血の流れ方からして、ここで刺され、そのまま倒れたんだな。犯行現場はここに違いなさそうだ。あ、そうなんですね。ああ、そうなんですね。ここに違いなさそうなんですね。で、これ赤いびっくりマークが出るところ。そういうことね。そうだ。包丁？あ、そうだ。ああ、はい、なるほど。ごく普通の包丁っぽいな。調理室とかで手に入りそうだ。他に目につくものはなさそうだな。あ、ないって。ないのかよ。ないのかよ。ないんだよ。終わったの。終わらせてくれよ、じゃあ。終わったの。そしたら警察の人に聞いてみるとか。これ難しいやつだ。あ、難しい。難しいやつだよ。真横に行けないやつだ。別に何も違う。違うの、違う。落ち物じゃない。警察の人なんだよ。話したいの。アクションゲームじゃないよ、これ。あ、ここ。あ、来た。あ、来た。坊主、警察の仕事を邪魔すると罪になるんだぞ。わかってるか？怖くね、この警官。怖くないこの警小学官。1年生に公務執行妨害をしている。ねえ、ちょっとお話聞いていい？あ？なんだ坊主は。子供がうろちょろしていい場所じゃないぞ。軽いんだよな。そう思うなら追い出した方がいい。お、来た。来た。どうだ？鑑識の結果は？お、チャンス。死亡推定時刻は昨夜の8時から12時の間。死因はやはり背中の包丁のようです。詳しくは解剖の結果を待たないといけませんが。ああ、今のところはそれで十分だ。犯行時刻は8時から12時の間と。メモ。でも。言わないよね。なかなか言わない実際の子なん。あとはもう一回痛い言っちゃいますよ。現場には他にめぼしいところはないな。こらごなん！勝手に現場に入っちゃいかん！しゃあねえ。生徒たちに聞き込みでもするか。あ、おちびちゃん。図書室から追い出されたの？うん。お姉ちゃんは何やってるの？玲子って殺されたのよね。と思うけど。でしょうね。だって、あんなにいっぱい血が流れて。ナオミお姉ちゃん、もしかして死体見るの初めて？まあ。怖い？怖くなんかないわよ。この私を誰だと思ってんの？まったく、このナオミちゃんを現場に入れないなんて、日本の警察も見る目がないんだわ。そうだ、あんた現場見てたでしょ？ちょっと話聞かせてもらうわよ。いや、僕何も見てないから。問答無用。逆に聞く？夕べ
の8時から12時の間だって。8時から？それ、もっと限定できるわよ。犯行時刻は9時半以降のはずだわ。それはどうして？図書室は私たちが9時半まで使ってたからよ。玲子が図書室に来たのはそれ以降のはずね。図書室は9時半まで使われてた。犯行はその後ということか。僕？ご飯食べてすぐ寝たよ。証人は？ちょっと待ってよ、僕を疑ってるの？わかんないわよ。小さな子供が犯人だったっていう推理小説もあったしね。それこそただの推理オタクだよ。僕なんかよりナオミお姉ちゃんはどうなのさ。私は文芸部の仕事でさっきと一緒に図書室にこもってたわ。で、9時半頃部長が来て、もうお開きにしましょうって。部長ってまゆみお姉ちゃん？そう。その後は部長の部屋行って寝るまでだべってた。まゆみお姉ちゃんの部屋何時頃までいたの？夜中の1時頃ね。その後別の部屋で寝たの。だから聞いてんのは私の方でしょ。この証言が本当なら完全なアリバイがある。本当ならな。ともかく現状じゃ手がかりが少なすぎるわよね。もっと何か見つけないと。そうだね。まあここは警察に任せて。何言ってんの。このナオミちゃんの灰色の脳細胞が活動を始めたのよ。見てら。初めて死体を見てショック受けてるかと思ったけど、あの調子なら大丈夫か。あれ？何の騒ぎだ？桂木さん、落ち着いてください。これが落ち着いていられるか。玲子が、わしの玲子が殺されたんだぞ。あれが玲子さんの親父さんか。父さん、警察の人の邪魔になるぜ。外に出てようよ。触るな。お前にわしの気持ちが分かってたまるか。父さん。そうか、分かったぞ涼子。お前が玲子を殺したんだな。桂木さん、あんた自分の娘になんてことを。そうだ、お前はいつも玲子のことを煙たがっていたろう。お前が犯人に決まってる。警部さん、こいつを逮捕してください。こいつが犯人です。もういい。誰かこの男を連れて行け。玲子！ああ、涼子さん。やれやれ。んだ家庭だな。しかし父親があれじゃ妹への殺意も芽生えるか。同情はまだ早いかもしれない。全部回ってみるしかないか。そしたら順番に。いいね。この部屋調べるなら今がチャンスってわけじゃん。なるほど。来て。写真見るんじゃ、写真。写真は特に何もないな。ま、寮の部屋の中はさすがに普通の女の子って感じだね。同じじゃねえか。じゃあベッドだ、ベッド。こっちがユミさんのベッドか。何かあるとは思わんけど。
なんかあるじゃん。調べてみるもんだな。おるじゃん。何があら。やった。片割れだよ写真。俺。半分だけ。誰調べる。なんかこの、あれでしょうね、アルバムなんか文字確か切れてたから。ああ、そうだそうだそうだ。この女の子、そうそうそう、誰誰かな。待てよ。目の下にほくろ。確か、あの人にほくろがあったよな。ユミさんも。ユミさんもだって。うん。あの人もじゃなくて。君。そうだ、ユミさん。この写真の女の子はユミさんだ。いや、あの人もって言ってるから、まず、ユミさんは出てたんでしょ。出てた出てた。そうだじゃないの。待てよ。確かリサさんのアルバム。そうそう、気づいて気づいて、そう。そう。書かれてここに書かれて。。おー。ユミちゃんと一緒。戻してあげたんだ。間違いない。ユミさんがリサさんの幼馴染のユミちゃんなんだ。でも、それじゃユミさんがリサさんの命を狙ってる張本人なのか。じゃあユミさんがリサさんと間違えてレイコを殺した犯人なのかもしれないんだね。ねえ、頭混乱してくる。何ユミさんがリサさんと間違えてレイコを殺した犯人かもしれないんだね。ユミさんがリサさん、ユミだのリサだのもわけわかんねえよ。どうする？写真のこと話すか？明日でしょ。ユミお姉ちゃん、ごめん、ベッドの下にこんなものが。何コナン君。これ、ユミちゃんの写真？どういうこと？なぜこれがベッドに？よく見て、リサお姉ちゃん。その写真の子、ほくろがあるでしょ？ほくろ。これ。ユミお姉ちゃん、この写真の子、ユミお姉ちゃんだね。ええ。そのことを知られたくなくて写真を隠したんでしょ？ええ。それじゃあ、リサさんの幼馴染の？私が、ユミです。ユミ、本当なの？どうして今まで黙ってたの？ずっとこんなにそばにいたのに。リサちゃん、ごめんなさい。リサちゃんのことは、入学した時から気づいてたの。でも、怖かったの。私がユミだと名乗ることが。私の父は、昔から仕事運に恵まれない人で、母との仲もうまくいかず、家の中は重苦しい雰囲気でした。それはリサちゃんの家とは関係ないことだけど。でもそんな中で、子供の頃のリサちゃんとの思い出は、私の一番大切なものだったの。それが、互いの親の事情であんなことになってしまって、とても悲しかった。私は、あのことでリサちゃんが苦しんでなければいいけどって、ずっと気にかけてたの。そんな、逆よ。私の方こそ、ユミがどんなに苦しんでいるかずっと案じて。わかってる。リサちゃん優しいもの。だからこそ私、リサちゃんが心配だったの。でも、全くの偶然でリサちゃんと同じ高校になった時、私、声をかけられなかった。リサちゃんとの思い出が忌まわしい事件に塗り込められて
しまうのが怖くって。だから、もしリサちゃんと全く新しい友達になれるんだったらって。もう一度あの子供の頃の楽しい日々を一からやり直せたらって、そう思ったの。ずっと私、臆病者だったのね。小さい頃からずっと。もうやめてユミ。私だってどんなにかあなたのことを心配して。リサちゃん。ねえ、どうして写真を全部捨てなかったの？捨てられなかったの。半分に裂いて片方燃やしたけど、やっぱり全部は大切な思い出だもの。じゃあ、リサお姉ちゃんに復讐するっていう手紙は？私、知らない。あんな手紙、私、書いてない。当たり前だわ。ユミにそんなことできるわけない。リサさん落ち着いて。よくわかったから。参ったな。かなり取り乱してる。これ以上は無理か。ラン姉ちゃん、僕外に出てるよ。二人をよろしくね。ああ、そうね。わかったわ。ごめんね。気を使わせて。どういたしまして。それじゃ。うわ、うまいな、こいつ逃げんの。で自分が火放っときながら、ありがとうって言われてんだよ。待って、コナン君。手紙のこととユミのこと、警察にはもう少し黙っててほしいの。でも勝手なわけには。ユミが玲子殺しに関係してるはずないもの。あらぬ疑いで彼女を苦しめたくないのよ。あらぬ疑いかどうかは調べないとわかんないけどな。お願い。彼女が落ち着いたら自分から言いに行かせるから、少しの間だけ。そこまで言うなら。しゃあない。ここはもう少し様子を見るか。あれ？なんかまた騒いでるな。落ち着きなさい。あんたが興奮してどうする？興奮なんかしてない。だってさっきからみんなで私のこと犯人呼ばわりして。ひどいわ。誰も犯人呼ばわりなどしとらんじゃないか。弱ったな。ちょっとどうしたの？あら、チビちゃん。ちょっとね、詐欺が切れちゃったのよ。切れた？なんでまた？さっきね、警察の人がこれ見つけてきたの。玲子の部屋で発見したんですって。これは？玲子が昼間着てた制服のポケットに入ってたらしいわ。誰かが玲子を図書室に呼び出して刺したのね。で、警部がこれについての話を聞きたいって、とりあえず文芸部のみんなを集めたんだけどさ。本当よ。私本当に何も知らないの。ねえ、サキさん落ち着いて。警部さんはただみんなに話を聞きたいとおっしゃってるだけよ。だいたい10時には私たち一緒にいたでしょ。お互い犯人じゃないのは分かっているわ。嘘。みんなして私を騙そうとしてるのよ。そうよ。部長がこの手紙の張本人だってあり得ることじゃない。ちょっとサキさん。知ってるんだから。玲子に男を取られてずいぶん恨んでたでしょ。
まずいな。誰か止めないと。優等生ずらしたって無駄なんだから。部長が玲子を殺したのよ。そうに決まってるわ。おい、やめろ。まったく、揃って自分を見失いよって。全員少し頭を冷やせ。修羅場だな。無理もないか。びっくりした。部長があんな感情的になったとこ初めて見たわ。でも、それより驚いたのは、サキが部長と玲子のこと知ってたって点ね。多分さ、玲子お姉ちゃん本人が言いふらしてたんじゃないかな。玲子お姉ちゃんってその手の自慢話はしないでいられないタイプっぽいし。いや、その通りだわ、ちびちゃん。冴えてるね。マジで私の助手になる気ない？いやー、大人になったら考えてもいいけど。おい、コナン。聞き取りの邪魔だ。あっち行ってろ。はいはい、喜んで。そんなこんなで、また日が暮れちまったな。雲行きが怪しいな。一雨来そうだぜ。コナン君。どうしたの？ユミ見なかった？ユミお姉ちゃん部屋で寝てるんじゃないの？いないのよ。さっき様子を見に行ったら誰もいないの。ごめんなさい、ランさん。やっぱり手分けして探しましょうよ。私はこっちよ。でも私はリサさんのそばについてないと。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。ユミがいなくなったのよ。リサさん。ごめんなさい。私のことは大丈夫だから、今はユミを探して。お願い。リサさん、大丈夫かしら？心配だけど、ユミお姉ちゃんのこともね。ほら、あなたは？ナオミお姉ちゃんだよ、ラン姉ちゃん。ランさん、やっと思い出した。ちょっと来てほしいの。ちびちゃんも一緒に。どうしたの？そんなに慌てて。ユミを見つけたの。どこで？こっち、ついてきて。ちょっと。ね、ユミさんはどこに？この中で倒れてるの？暗くてよくわからないな。ユミよ、あの人影は絶対ユミよ。間違いないわ。でも鍵がかかってて中に入れない。コナン君、下がってて。Thank you for watching!